こんにちは。そしてアッサラームアライクン。シドニー在住の日本人ムスリマアヤです。この番組イスラムの扉では、改宗ムスリムの私アヤがイスラムの教えやリアルな暮らしをゆるりとお届けいたします。さて、突然ですが、イスラム、そして女性と聞いて、あなたはどんなことを思い浮かべますか？なんとなく自由が少ないんじゃないかとか、抑圧されてるんじゃないかとか、そんな印象を持つ人が多いんじゃないかなというふうに思います。で、実は私も恥ずかしながらイスラム教について学ぶ前はそう思っていた時期がありました。でもそれって私たちが普段目にしているメディアが意図的に作り上げているイメージだっていうこと、ご存知でしたでしょうか？考えてみたら、例えば、ムスリムの女性はヒジャブで髪を覆っている方が多いですけれども、あれってただの布ですよね。布で髪を隠しているからって、それだけで女性の知性だったり強さだったり、そういったところが失われるなんて、普通に考えたらおかしいですよね。今回はそんな凝り固まったイメージを根底から覆すような、ある一人のムスリム女性の本当にすごい活躍の歴史っていうところを一緒に見ていけたらなと思っています。今日お話ししたいのは大きく分けて3つのことです。まず1つ目は、世界で最も古い大学のあなたの常識を覆すような驚くべき事実について。で、そして2つ目は、その大学が私たちの身近な文化に与えた意外な影響について。これはすごく私も驚いた事実だったんですけど、皆さん知っていたかどうか気になります。はい。で、最後に、なぜこれほど偉大な事実、偉大な歴史が私たちの耳に届いてこなかったのかっていう、その背景とイスラムが本来教えている女性の本当の姿っていうところに迫っていきたいなというふうに思います。ぜひ最後までお付き合いください。では最初のところですね。世界で最も古い大学は一人のムスリムの女性が設立しました。これってすごくびっくりしますよね。大学といえばかつては男性のものでした。この日本で女性が自由に大学を選べるようになったのって実は戦後1948年のことだったみたいです。それまでも女性が少しの人数ですけれども大学高等教育を受けていたっていう事実はあるんですけれども、それすごく稀なケースで、誰でも行けるとか大学を選べるとかそういったものではなくって、戦後になって初めて女性も大学を選べるようになったということなんですね。西欧諸国でさえ19世紀から20世紀にかけてようやく女性が大学に、自由に通えるようになっていったというような形なので、すごく最近のことですよね。で、そんな歴史の中で先ほどもちらっとお伝えしましたけど、今も続く大学として世界で最も古い大学っていうのはファーティマ・アルフィフリーというイスラム教を熱心に信仰していた一人のムスリムの女性だったんです。で、なんと設立されたのは西暦859年です。つまり1200年ぐらい前に女性が初めての大学を設立したんですよね。これって歴史の教科書にも載っていてもいいんじゃないかなと思うぐらい、ムスリムとかそういったところ一旦置いておいても女性の活躍として素晴らしいことだなと思うんですけど、私の記憶の限りそういったことは歴史の授業では習わなかった気がします。で、この大学の名前はカラウィーン大学、もしくはアルカラウィーン大学っていう名前になります。モロッコの、フェズというところにあります。実は私モロッコのフェズに旅行に行ったことがあって、すごく街並みが、昔の街並みが残っている場所なんですけど、すごく趣がある場所で、日本でいう京都みたいなところですかね。また行きたいなというふうに思っています。ちょっと話それちゃいましたけど、このフェズにあるカラウィーン大学ですね。ヨーロッパ最古っていうふうに言われているイタリアのボローニャ大学というものもあるんですけど、このボローニャ大学よりもなんと200年以上も前に、カラウィーン大学はすでに設立されていたというような形です。中東とかアフリカ、モロッコ、アフリカ大陸にありますけど、そういった地域って聞くと、なんとなく遅れている国なんていうイメージ、一般的にはあるかなというふうに思うんですけど、
こういった過去の、素晴らしい功績を振り返ると、これ以外にもいろいろあるんですけど、それって実は後からそういう風になるように仕向けられていたんじゃないかなという風に私は思っちゃったりしてます。では、この大学を創設したファーティマ・アルフィフリーさんとは一体どんな女性だったのでしょうか。彼女は800年頃ですね、現在のチュニジアで生まれました。学問をすごく重んじる敬遠なイスラム教徒の裕福な家庭だったと言われています。その後、一家は当時イスラム世界の学問の中心だったモロッコのフェズに移住しています。なので、フェズで大学を設立したというところなんですね。で、ファーティマさんは当時としては珍しく女性でありながら高度な教育を受けていて、宗教、法学、語学、ポエム、詩ですね、詩学みたいな、そういった幅広い知識への情熱を持っていました。で、裕福な商人だったお父さんと、お兄様が亡くなられて、で、それの結果ですね、彼女はすごく大きな遺産を相続しています。で、この遺産を自分のために使うのではなくて、社会とそして信仰のために使うということを決意しました。で、こういったイスラム教ではこういった信仰による善行、良い行いや寄付のことをサダカというふうに言うんですけど、すごく重要な行いとして位置づけています。なので彼女はサダカを行おうということで、莫大な遺産を自分のもので全部使うっていうわけではなく、社会貢献のために使おうと、したということなんですね。で、彼女は、地元の建築家と協力して859年についにカラウィン大学を設立オープンします。当時はモスクと、マドラサと呼ばれるイスラム学校としてスタートして、そこから法学、哲学、数学、医学とかそういったものまで学べる世界初の大学ということで発展していたと言われています。で、このカラウィン大学は今も運営が続いていて、世界最古の、学位授与制度を導入した大学としてユネスコにも登録がされています。ギネス世界記録にも世界で最も古くから継続して運営されている大学として認定されてるんです。この意思は現代にも受け継がれていて、2017年にはこの大学に併設されている世界最古の図書館があるんですけど、その図書館がですね、アジザ・チャウニさんという、これまた女性の建築家によって美しく修復されて再オープンされたのが、最近のニュースということです。で、この大学が現代に残した影響っていうのは、一番最初の最古の大学だっていうことだけじゃないんです。皆さん海外の、日本もだかな、海外の大学で特に映画とかドラマでよく見る卒業式に黒いガウンを卒業生が着て、頭に四角い帽子をかぶって、帽子を投げて卒業おめでとうみたいなのしているのを見たこと誰しもあるかなと思うんですけど、多分したこともある方もいらっしゃるかなと思うんですけど、この卒業式の黒いローブっていうのは、当時カラウィン大学の卒業生たちが着ていたアラビアの伝統衣装ソウブが起源の一つになったというふうに言われています。びっくりですよね。で、確かに言われてみると、卒業式の黒いドレスというかローブって、今のムスリムの女性も男性もですけど着ているような長い服にすごく似てると思いませんか？なんかそういうことを考えると、実は西洋のものだと思っていたところが、イスラムの文化が入ってきていたみたいなのって結構あるのかななんて思ったりしてきました。はい。で、卒業式でその空に向けてポーンって帽子を投げるみたいな四角い帽子、これもですね、聖典であるクルアン、コーランですねを敬意を込めて頭の上に置いて運んでいた当時のイスラム学者の習慣を象徴しているっていうふうに言われています。なのでこれらの説がどこまで歴史的な事実かっていうのは専門家の中でも議論が分かれているっていうところはあるらしいんですけれども、でもやっぱり私たちが何でもかんでも進んでいるのはヨーロッパ、アメリカの文化だみたいな、西洋の文化だみたいな、そういったところから私たち日本人って結構取り入れてるって思いがちなんですけど、意外とイスラムの文化だったり、それこそ他の国のですね文化だったり習慣だったりとかも入ってきてるんじゃないかなって
今回のことを調べてちょっと思ったりしました。というところでここまで一人のムスリムの女性の素晴らしい功績について語ってきたわけですけど、なんでこの素晴らしい偉業が後世に語られていないのでしょうか。で、これってフェミニズムとか男女平等が叫ばれる世界で、女性の権利だったり女性の活躍みたいなところに注目すれば知っているべき事実ですよね。でも知らない。ユネスコとかギネスにも登録されてるのに私たちには知らされていないっていうところがすごくポイントかなというふうに思っていて、なんでかなっていうふうに考えてみたところなんですけど、やっぱり一番大きいのは私たちが普段目にする歴史だったりとかメディアとか、大体の場合が仕方ないことなんですけど、勝者、例えば戦争の勝者だったりとか、経済世界の勝者だったりとか、つまり西欧諸国だったり資本主義諸国から見ての事実、そこから見て都合のいい事実を選んで語っているからなんじゃないですかね。イスラム教について言うと、メディアで取り上げられている情報の 84% がネガティブなものだという研究結果があります。84% です。もうほぼほぼネガティブな情報しか入ってこないっていうことですね。結構これびっくりだと思いませんか？ちなみに他の宗教っていうと、例えばキリスト教、ユダヤ教、あとどこだったかな、ヒンドゥー教かなとか、そういう他の宗教についても同じ調査をしてるんですけど、だいたい40から 50% 前後がネガティブな情報、つまり半分ですよね。それだとまだフェアだなっていうふうに思うんですけど、イスラム教については印象操作をしているとしか考えられない 84% がネガティブな情報ということなんです。イスラム教だけがいかに偏った報道されているかがわかりますよね。で、これって単なる偶然だと思いますか？例えばテロリストのことがあるから、過激派がいるから仕方ないじゃんみたいに思うかもしれないんですけど、本当にそうでしょうか？いろんなすごく悲惨な事件とか事故とかって世界中で起きてますけど、イスラム教徒じゃない場合って宗教について言わないんですよね。で、大体そういうのって、宗教を持たない人かクリスチャンかっていうのが、人口が多いので、そうなってくるんですけど、すごくそういったところにも現れてるなという気がしています。で、ハリウッド映画でも、ムスリムの男性はテロリストだったり暴力的な書かれ方をしていて、で、女性は抑圧されたかわいそうな女の子みたいな、そういう書かれ方が圧倒的に多いです。で、なんでこんな、もう見え見えなというか、わざとイスラム教についてネガティブな印象操作をしているのかっていうところ、あんまり考えたことない方が多いかなというふうに、特に日本だとそんな、身近でもないですし、考えるきっかけもないかなと思うんですけど、ちょっと考えてみると実は結構クリアな理由があるんですね。で、それは資本主義社会にとって都合が悪い価値観をイスラム教が持っているからだと私は考えています。例えばイスラム教ではお酒、タバコ、ギャンブル、そしてエンタメ、エンタメというか、大人の世界ですねっていうところだったりとか、そういったものをすべて禁止しています。でも今の現代社会って今挙げたものたちの産業っていうのがものすごい大きなお金を作る産業になっているんです。つまり巨大な市場やビジネスチャンスにとってイスラムっていうのは、簡単に言ってしまうと敵になっちゃうんですね。で、だからこそメディアが意図的にネガティブな印象を植え付けてきた、そんな歴史があるんじゃないかなというふうに私は感じています。そう考えると私たちが普段目にする情報って、一体誰が語ってるのかなっていうのを常に意識するっていうのが大事だなっていうことと、あとやっぱ受け身で情報を持つ、情報を待つのではなくって、自分の目で事実を調べることの大切さがわかるかなというふうに思います。今やっぱり SNS で
フィルターされてない生の声が聞ける時代になってるので、すごくイスラム教に新しくなっている人がすごく最近増えているんですよね。やっぱりそういうのもちゃんとしたマスメディアが流す情報じゃなくて、ちゃんとムスリムがどんなことをしているかとか、イスラムって本当はどんな教えなのかっていうのを実際に知って、で考えが変わったっていう風になって、入信する方が多いんだろうなという風に思います。ちょっとダークな話に寄ってしまいましたけど、ここまで話してきたファーティマさんの偉業を深く理解するためには、この彼女のですね、行動の根底にあるイスラムが教える学びと社会貢献の大切さについても知る必要があります。で、預言者ムハンマドはこんな言葉を残しています。それは、知識の探求はすべてのムスリムの義務であるという、言葉です。で、この教えは男性だけに向けられたものじゃなくって、イスラムでは知識の探求っていうのは男性女性関係なく全ての、信者に課せられた神聖な義務であり権利ということなんですね。で、これまたびっくりというかあまり知られてないんですけど、西洋社会がようやく女性に権利を認め始めるようになったのってほんとここ100年とか200年とかぐらいかなと思うんですけど、イスラム教ではスタートしたですね、1400年ぐらい前から女性に財産の所有権、相続権、そして教育を受ける権利っていうところを認めていました。で、さらにイスラムにはサダカジャーリアという考え方があります。さっきちょっと触れたサダカっていうのは善行ですね、いい行いだったり寄付をする、社会貢献をするっていうようなことなんですけど、サダカジャーリアっていうのは継続する施しという意味で、自分の死後もずっと人々の役に立ち続けるような、そんな善行や寄付のことを指しています。で、ファーティマさんはまさに、イスラム教が女性に認めた義務、学ぶ義務ですね、学ぶ義務権利っていうところを体現して、で、自分が持った財産とか知性を生かして大学という学びの場を提供することで、この、サダカジャーリアですね、永続的な社会貢献を実現したというふうに言えます。なので彼女の人生って今の世界が持つですね、イスラム教徒の女性はかわいそうとか抑圧されてるとか、そういったレッテルとは全く逆のイスラムが本来持っている女性のエンパワーメント、女性関係なくですね、人間のエンパワーメントだと私は思いますけど、エンパワーメント、つまり人に力を与えるっていうその精神ですね、そういったところを示してくれているんじゃないかなというふうに思います。で、少し今回長くなってしまいましたが、歴史の中に埋もれていた真実っていうところをたどることで、今の私たちにもいろんな学びを提供してくれたんじゃないかなというふうに思っています。最後に今日の話から導き出される2つの大切な視点を共有して終わりたいと思います。1つ目は、メディアだったりその他誰かが作った常識っていうのを鵜呑みにせず、自分の意思で本当のことは何かっていうことを探求することの大切さ。そしてもう一つは、勝者の歴史の中では埋もれてしまったことがこの一つのことに限らずですね、いっぱいあると思うので、そういったところを知っていくことで、私たちはステレオタイプとか偏見から自由になれるっていうことです。モロッコで大学を作った女性ファーティマさんの功績はこれからもずっと多くの生徒たちに影響を与えていくことだと思いますし、このポッドキャストを聞いてくださったあなたにも少しでも新しい学びだったり気づきがあったら嬉しいなと思います。実は世界初の大学って女性が作ったらしいよっていうこと、ぜひぜひお友達や家族にも伝えてみてください。事実を共有していくということですごく小さいことではありますけど、それが偏見とかステレオタイプをなくしていく大きな一歩になっていくんじゃないかなというふうに思っています。はい、今回はすごい長いエピソードとなってしまいましたが、最後まで聞いてくださって本当にありがとうございます。この番組が何か一つでも心に残るきっかけになったらとっても嬉しいです。ではまた次のエピソードでお会いしましょう。アッサラームアライクム。あなたに平安がありますように。